はい、どうもはじめまして、バンプです。今、ハードコアワイプから2週間ほど過ぎました。ということでね、ハードコアワイプで役立つ小技というものを紹介していきたいなと思います。まあね、小技と言いますか、節約術ですかね。はい。こうしていけばね、お金がね、あんまり使わずに節約していけるよというね、知ってればちょっとね、得する、ほんとちょっとね、得する情報をね、みんなに伝えれたらなと思います。さあ、いきます。さあ、1個目ね。これね、ちょっとね、知ってる方はもう知ってるとは思うんですが、メカニックに売るよりレフに売れということで、メカニックとかって大体ね、武器を売るときとかによく使われます。こういう感じでナンバー武器売ろうかなって時に売るんですけども、これ、アタッチメントとかもね、同じ。こんな感じで売ろうかなってのがよくね、売ってる方いると思います。メカニックはね、一番高く売れるという。でも、ハードコアワイプは違います。はい。レフの方が高いんですよね。しかも、ちょっととかじゃなくて、1.4 倍ぐらいレフの方が高い。なんかハードコアワイプでね、全部のトレーダーの値段が下げられてるんですけど、レフだけ影響を受けていないっぽくて、こんな感じになってるっぽいですね。もうだいぶ違う。だって、この辺のスコープとかでも、ほら、もう1.5倍ぐらい。1.5倍は言い過ぎか。1.4 倍ぐらい違う。1万1000円ぐらいのレベルですが、1万4000円になってるから、1.3 倍ぐらい変わるということで、これね、覚えとくだけで、少しだけね、お得かなと思います。あともう一つ。はい、次行きましょう。次ね、セラピで回復するなということでね、自分が PMC でね、やられた後、健康状態をね、パッて治す時があると思います。その治す時、お金がいつも以上にかかります。骨折してたり、出血してたりしてると、めっちゃね、倍の値段、バン、8万ぐらいかかったりします。それね、気づかず普通に全身をセラピで治してる方、いつの間にかお金減ってませんか？だから今期は、スカブで持って帰ってきたもの、てかスカブで行った時に、このね、止血帯とか、バンテージとか、こういうものを持ってると思います。こういう黄色の AI ね、これチーズとか。こういうのをちゃんと保管しておいて、自分で PMC でやられた時に、しっかりここを、重出血直したり、軽度出血直してから回復してあげる。またはこのね、グリズリーとかで、あと回復だけの状態になったらグリズリーで直してあげるっていうのがすごい効率がいいね、いいです。お金もね、あんまり使わないし。で、この、ね、グリズリーにも全部直すにしたら、ほら、重度出血130も使うの。大窮地。で、もうこれ1個持ってるだけで130節約できるし。って考えたらめちゃくちゃね、回復の使う消費量もね、少なくできて、なおかつね、セラピストで直すお金もかかんないんで、めちゃくちゃね、節約できます。結構これでね、知らずに直してる方結構多いと思いますんで、これね、知っておくと、ちょっとした節約になります。はい、次。イエーガーでね、グリズリー交換ができるということで、イエーガーさんはね、いろんなものを交換してくれるってちょっとね、有名なんですが、最初の方はね、CMS というね、ニッパー3つで交換できる。これね、重宝されてたと思います。なんですが、ね、これグリズリーがね、これ2で交換できるのかな？はい、2になると交換できるグリズリーがね、ソーセージとクラッカーでね、グリズリー交換できます。1更新で2個だね。で、クラッカーに関しては、こんな感じで、メットと交換できるし、一応買うこともできる。24,000で。だからグリズリーないよって方は、クラッカー交換して。ソーセージに関しては、見つけたらポーチに入れるとか。だからソーセージイコールグリズリーだと思ってください。こんな感じでグリズリー手に入れれますよ。これ覚えておくだけでね、すごい、変わると思います。はい、次。フェンスはフリマ。これもう名言ですね。フェンスはフリマです。今期のフェンスはね、フリマになっています。こんな感じでね、ストア更新とかするといろんなものを売ってくれます。タバコだったり、あとは、安く買えるのなんだろう。医療品が安いんですよね。はい、医療品パン。バンテージ2800。今回いいのないな。セラピストで買おうとすると、これ見てください。この止血帯とかバンテージ高いんですよね。あと、このアナルジン。こういうの高いんですけど、7000とか、フェンスで買うと3000ぐらいで買えるの。この止血帯も。更新をね、何回もしてみてください。こういう止血帯とかがね、安く買えます。あと、なんでフリマっていうのかというと、パルチザンバッグだったり、あとはね、たまにすごい強いアーマーリグとかも、並ぶんで、それを買えると、マジでウハウハです。ただこのさ、ヘッドセットってどう？フェンスで買うのと、こっちで買うの。さすがにこれは、フェンスの方が高いか。いいの結構流れてきますんで、これで見ておくといいかもしれない。今回流れてこないな。全然。根気強くね、回してると、たまにね、いいものが流れ着いたりしますんで、で、この丸ボロに関しても安いんですよね。この丸ボロね、プラパーの方で交換があります。はい、これ。
丸ボロ3つとアポロ5つ。で、SV 交換できるんですよね。だからこういうのに使えたりするんで、結構ね、フェンスはいいものが流れ着きます。見とくようにしてください。さっきも言った通り、フェンスで回復が流れてくるんで、このフェンスで回復変えたら激アツですね。もう全部が安いんで。あ、ほら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 、3000。これ安い。めっちゃ安い。買えるか買えた。3000なのこれ。で、こっちほら。こっち7000。半額で買えんの、フェンス。これはね、もう、フリマと言っても過言じゃないでしょうか。さあ、次のね、小技。水を1残して使うということで、集水機ね、一応ね、水を作ることができるんですけど、ほら、これちょっとね、飲み切ったやつとかを、こう入れることによって、20分で、パンパンにすることができます。なんで、喉乾いた時とか、やばい、水分ないっていうのは、こういうのをやっておくと、まあ、これ2万円はお得になるのかなと。あとは、まあ、ハイドアウトのレベルも進むしね。俺はたまにね、水を水で作ってる。60の耐久値のやつを60で作ったりする。なんか、ハイドアウト進めるやつなんかないかなーって、なんか作ってる最中に、あ、なんかないかなー水回したりしてる。一応、ハイドアウトのクラフトが進むので。だから、そういう使い方もできますんで。覚えておくようにしてください。さあ、次ね、セラピスト経由でまた行きます。カラフトマス交換があって、どれだこれ。一応、序盤、回復とかめちゃくちゃ高いと思います。まあ、これで買おうとしてもね、ほら、カーとかも2万なんですけど、このカラフトマス缶詰で、カード交換できますんで、これを見たら持って帰って、できるだけね、カード交換するようにしてください。そうすると節約になります。で、あとセラピストの交換ね、結構交換系っていいのがあって、ほら、マッチ。めちゃくちゃマッチ見るじゃん。で、売ろうとしても安いし。って時はね、このアナロジに変えてもいけます。これもね、お得かなと思います。さあ次ね、プラパーの、アーマー交換見ていきますね。これね、めちゃくちゃ安くて、このね、グランジュースって言って、グレープフルーツジュース。まあ、俺いつもザクロジュースだと思ってたんだけど、G って書いてるジュース。これ見たらね、ポーチに入れて持って帰るようにしてください。これ、アーマーが入るんで、3アーマー。で、スカブがよく着てるフローラ迷彩って言って、どれかなこの迷彩。はい、スカブがよく着てるこれ。これにね、さっきのアーマーつけることができるんで、こういうのにもね、使えますんで、まあ、アーマーがちょっと少ないなっていう方は、今みたいなやつを交換して、このなんか、ボックスの中に溜めておくと、フローラを持って帰って3アーマーを作ることができると思います。で、フローラね、ちゃんと内部アーマーもついてるんで、結構強い。まあ、こっちの、スカブも着てるこっちの本、デジタルフローラのこのボディアーマーの方を使いたいってことは、時はこっちの2万でこっちもね、買ったら全然3でね、この3アーマー買うよりもお得なので、まあこれを見つけたら持って帰って、プラパーです。これを2万のやつを買うっていうのもいいかもしれません。まあ基本的にね、照明さえ入ってれば、なんとかなるんで、このゲーム。じゃあ次行きます。次ね、イエーガーで交換できる小技といって、これはまあ人気ですよね。タック30。クバス3つで交換できるんですけど、これね、一応、イエーガーね、このイエーガーがもうね、30ミリマウント、買えるようになるんですよ。レベル2から。なんで、もうね、タック30が運用できるということで。で、さっき1個前に紹介した、プラパーの SV が交換できるぜっていう話じゃないですか。はい。一応これにつけることができます。なんで、シュタボだったり、そういうのね、まあ、バイスコ序盤めっちゃ強いんだけど、ハードコアに関しては本当にね、バイスコ持ってたらもう余裕で勝てるぐらいのね、もう超アドバンテージになるんですけど、そういうね、バイスコ欲しいなっていう方は、こういう風に SV の交換、だからタバコとクバスで作ることができます。バイスコの武器が。これすごない？しかもタバコなんてアポロなんてね、5つなんてドロワー漁ってたら出るし、さっきのフェンスのもね、丸ボロ売ってたじゃん。まあそんな感じで、結構今回回復落ちてるな。だからそういう感じでタバコとかはね、見たら極力ね、集めるようにしとくと、この SV とね、交換ができるようになるんで、持っといた方がいいです。で、このね、クバスなんてあんま落ちてねえよっていう方はね、ハイドアウトで、キッチンで作れます。水2つと、はい、このクルトン、ライ麦クルトンで作れますんで、しかも1回でね、2本作れる。だからこういうのを集めておくと、クバスね、いっぱい量産できると思います。でもライ麦クルトンね、高いんだよね、多分。27,000なの。だからまあ拾ってきた方がいいよね。グラゼロとかそういう、なんだろう。ちっちゃいね、小物脇にいっぱい湧いてるんで、拾ってくるようにしましょう。で、次ね、スキヤのね、LL2 で交換できる、
RFB。これね、ガス穴2つと交換できるんですよね。これ覚えておくだけでもすごいいいかもしれない。ガス穴って今季めちゃくちゃミルクないですか？なんでガス穴2つ集めると RFB もらえるって考えておけばいいし、さっきの 30mm マウント紹介した、このクバスで交換するタック30と、30mm 買えるんで、これと、組み合わせることも可能です。一応タック30につきます、上が。なんで、この組み合わせも覚えておくと、ガス穴と、さっきのライ麦クルの水。で、RFB の 30mm 乗せれるスコープつけれんなら、ありじゃねと思いません？ハードコアだからこそね、知っておきたい情報です、これ。ということで、結構ね、こんな感じで紹介してきたんですけど、交換ね、結構いいのね、残ってますんで、皆さんも交換見るようにしてください。で、最後にね、レフさん、紹介します。レフなんですけど、なぜか知らないけど、なんかちっちゃい GP コイン、安い GP コインだけ、レフ割引があります。GP 割引っていうぐらい呼んでるんですけどね。はい、これ4つなんですけど、1つね、3GP コインで交換できる V40 のグレネード。これ4つ買おうとすると、ほら、9枚になるんですよね。なんかね、1個おまけしてくれます。4つ買うと、グレネード1個おまけしてやるよみたいな感じになってますんでね。極力ね、レフ開放してる方は、このグレネードね、買いだめるようにしてください。なんか1個おまけしてくれます。4つ一気に買うと。なんかね、少しの量買うと、少ないんだよね。そんなにおまけしてくれないんだよ。だから4つ一気に買うと、1個おまけになります。多分このね、ライトもそうで、一応ね、9GB コインで、6個買おうとすると、54なんですけど、3おまけしてくれます。これはちょっとだね。ちょっとしかおまけしてくれない。だからグレネードが一番コスパ良きですね。で他のやつに関しては、なんか GP コイン2とかしか交換してくれないから、あとプラスいらないから、かなーって感じ。で、レフね、バトルパスちゃんと回してる人はね、ブラックロック、バトルパス開放するようにしてください。ブラックロックバカ安いです。17GP コインでね、こんないいリグが使えます。中見ますか？ほら、これ。お得すぎでしょ？これ 17GP コインです。バトルパスね、開放できる方はこれね、開放してみてください。60ぐらい、70か80ぐらいで開放できるんで、まだね、これ開けてない人は開けといた方がいいですね。はい。ってことで、以上ね、こんな感じで知っておけばね、ちょっと得する情報まとめでした。皆さんもね、活用してみてください。ここにない情報でもっとね、なんか、これもね、いい方法あるよっていうのがありましたらね、コメントの方までお待ちしております。そしたら、また別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも